最強ガチャ召喚石のバブさん、何がそんなに最強なのか確認した上で、召喚石によって片面とか両面とか武器編成自体が変わるって話だよ。こんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回遊ぶゲームはグランブルーファンタジーです。前回さらっと紹介したベルゼバブについて、性能から混合賞やストック優先度に絡んだ話をしていくよ。復帰者さん向けにシェロチケの話も少し触れる予定です。関連して両面マブナとか片面属性みたいな編成の話もするよ。召喚石次第で武器編成自体が変わるので、武器編成の基礎知識として初心者さんと復帰者さんはご活用ください。まずはベルゼバブについて詳しく見ていこう。ベルゼバブは短期戦に特化した召喚効果と主人公限定の強化を過去に持つ召喚石です。ただし前提として4凸か3凸以下でその強さは全く異なるため、通常は4凸した状態で使用することを前提に語られます。4凸にできてないベルゼバブは使う意義がない状態だから、4凸にできないなら倉庫で温めておいた方がいいと思うね。これ以後は全て4凸状態についての解説です。まずは召喚効果です。敵全体に20倍ダメージを与えて180秒の防御 40% ダウンと弱体耐性 20% ダウンを付与します。さらに主人公のトランスレベルに応じて効果が追加されます。トランスレベルは後でカゴ効果と一緒に説明するよ。レベル1では敵全体の強化効果を3つ消去するディスペル効果が追加され、レベル2では敵全体に無属性300万ダメージを与え、レベル3では敵全体に1ターン限定の先行効果を付与します。先行効果は防御 50% ダウンと敵の被ダメージ10万加算の効果があります。被ダメージ加算は余ダメ上昇と大体同じだよ。つまり1ターン限定の余ダメ10万上昇と理解しても問題ありません。無属性ダメージは属性相性に左右されなくて、防御力に関係なく固定ダメージを与えるよ。防御ダウンが2種類ありますが、敵の防御の加減は元の防御の 50% と言われています。防御の加減 50% についてはバフでバフの解説をするときに説明するから、今は表記通りの 50+40 でマイナス 90% にならないことだけ知っておけばいいね。ここではベルゼバブだけで1ターンのみ防御を一番低い状態にできると理解しておけば大丈夫です。ベルゼバブの付与する弱体効果は弱体耐性 100% 以外の敵に必中するよ。特殊な敵以外に安定して強いということです。さて、召喚ダメージ自体もかなり大きく無属性300万ダメージもあることから、召喚のみで約1000万ダメージを出すこともできます。 HP が低い敵の周回ならベルゼバブ召喚だけで済むことがあるよ。例えばアーカルムの転生やレプリカルドサンドボックスの周回など、とにかく回数が必要な周回で快適度が段違いとなります。特にアーカルムの転生外伝は砂箱周回するためのイベントだから、ベルゼバブが使えるかどうかで、アーカルム召喚石の強化や10賢者加入と10賢者最終上限解放、この辺りにかかる時間と労力がぐっと短縮できるね。さらに古戦場の本戦で使用するアイテムを集める肉集め周回もかなり快適になります。武器編成が強くなるとベルゼバブ召喚と通常攻撃だけで肉集め周回できたりするよ。周回においてはアビリティや奥義を使わないほど高速で回数をこなせるようになるため、ゲームに使える時間が少ない人ほど恩恵が大きいと言えます。やる気はあるけど時間がない人はベルゼバブの4凸を強くおすすめするね。続いてカゴ効果です。メイン召喚石時のカゴ効果は全属性攻撃力 100% アップと主人公のステータス大幅アップです。主人公のステータスアップの内容はクオン枠の攻撃 50% アップ、ダメージ上限 20% アップ、DA100%、DA50% アップです。さらにバトル開始時に主人公のトランスレベルを3にします。全属性攻撃力 100% アップは他の召喚石のカゴより低いけど、主人公限定の強化が凄まじくて、短期戦なら主人公だけ強ければそれで十分な場面が多いよ。例えば光レリックバスター編成は主人公を全員で超強化して主人公の通常攻撃だけで大ダメージを出すのですが、主人公の攻撃回数が段違いで多いため、ベルゼバブのカゴ効果と相性のいい編成です。メインカゴは1ターン目からトランスレベルを3にしてくれて、最初から最大火力を出せるって意味でも超強力だね。余ダメ上昇とダメ上限上昇、EX 後陣がセットになっている略上武器が強力なように、同じような効果を1ターン限定とはいえ、さらに追加できるベルゼバブは混合賞を使うに値すると言えそうです。あと全属性攻撃力 100% アップってのが
専属性の編成でメイン召喚石として装備できますよって意味だから、ベルゼバブは6属性を強化する超コスパのいい召喚石でもあるね。コスパの観点からも混合賞3個が惜しくないと言えるでしょう。続けてサブカゴも見ておこう。メイン召喚石以外で装備した時に発動するサブカゴは、主人公が奥義発動時にトランスレベルを1上昇させます。また、メインカゴの主人公ステータスアップと同じ効果は、トランスレベル3の時に有効となります。奥義3回が必要だから時間のかかるバトルで強くなれるね。特に初心者の頃は1バトルにかかるターンが多くなるので、メインをマグナイシにしても恩恵が大きいと言えます。ここまでがベルゼバブの性能なんだけど、何個か注意点があるよ。ベルゼバブは編成内に1つまでしか設定できないため、複数持っていてもメインとサブの両方に設定などはできません。これがあるから4突した後でベルゼバブが当たっても今のところ何の役にも立たない状況になるよ。将来的に必要になる可能性はゼロではないため、余った分は倉庫にしまっておくのがいいと思います。それからサポーター専用召喚石には設定できないよ。これは要するにフレンド召喚石にできないということなので、自分で持っていなければベルゼバブを使うことはできません。借りてこれないって意味でも混合召を使う価値が高いんだよね。さらに合体召喚もできないため、参戦者の誰かがベルゼバブを使ったとしても、それを自分の召喚石と合体させることはできません。という感じで、自分で持ってないとベルゼバブの強さがわからないのも初心者さんや復帰者さんを悩ませる材料だね。ところで、ベルゼバブはレジェンドガチャから排出されますが、工場キャラや召喚石を選んで獲得できる優勝ガチャチケットのサプライズスペシャルガチャセット、通称サプチケの対象外となります。ガチャピン期間みたいなたくさんガチャが回せる期間で突然出てくることはあってもサプチケとの交換はできないから注意だね。どうしてもベルゼバブを入手したいときに、シェロカルテの特別交換券、通称シェロチケとの交換も可能ですが、シェロチケはゴールドムーン150個との交換が必要です。ゴールドムーンはガチャで獲得した SSR キャラ解放武器がすでに取得済みの時にもらえるんだけど、ガチャピン期間でゴールドムーンをゲットした人はわかる通り150個はかなり要求量が多いよ。そのため、シェロチケを使ってベルゼバブを入手することは賛否が分かれる難しいことです。超個人的な見解だけど、ランクが100以下でいけるマルチバトルが少なすぎてやる気がなくなるくらいなら交換してもいいと思うけど、ランク100以下の人が150個集められるのかってのと、4突する時の素材と混合賞3個を集められるのかってこと、これらを総合して考えるとシェロチケで交換が視野に入る頃には初心者じゃなくなってると思うね。なので、シェロチケでの交換は復帰者さんのようなガチャピン期間を何度も経験した人が検討した方がいい手段と言えます。ベルゼバブ取得かルミナス武器取得か、かなり慎重に悩んだ方がいいと思うけど、個人的にベルゼバブはガチャで出ることにかけてルミナス武器を交換する方が最終的には後悔しにくいとは思うよ。ベルゼバブをガチャで手に入れるまでの期間が何ヶ月になるかによっても、その後悔の度合いは変わりそうです。ここでメイン召喚石によって武器編成自体が変わることについて話をしていこう。武器編成には大きく分けて、マグナ編成と紙石編成があることは基礎知識編1で触れましたが、さらに派生して片面編成と両面編成という考え方があります。片面両面って言い方はブラブル特有の言い回しなんだけど、片方両方みたいな意味だと思っておいていいよ。ここでいう片面両面とは、召喚石をメイン召喚石だけ、フレンド召喚石もという意味になります。例えば両面マグナ編成といえば、メイン召喚石とフレンド召喚石をマグナ召喚石にした編成となります。片面マグナと言ったら、どちらかはマグナ石で、もう片方は属性攻撃力アップ石を使った編成のことだね。例えばベルゼバブや超越ルシフェルなどを片面として使うことが多いです。さらに派生して両面属性編成も登場しています。片面にマグナ石とか紙石を使わない編成だね。初心者さんも場合によっては両面属性にした方が強くなることがあるよ。それでは編成ごとにどのような特徴があるのか見ていきましょう。まずは両面マグナから。両面マグナ編成は数年前までは当たり前の編成でした。古い情報だと両面マグナを前提に武器編成例が紹介されてたりするね。マグナ武器のカゴが片面の倍になるため、火力、耐久力ともに稼ぎやすく無課金でも編成できることが特徴です。マグナ編成っていうとガチャ武器を絶対に入れないって考えの人もいるくらい、無課金で遊ぶ人の基本編成だね。
両面マグナ最大の利点は、クリティカル確率を上げるスキルをカゴで大幅に強化して、クリティカル確率 100% にする確定クリティカル編成が可能な点です。武器スキルで発生するクリティカルは、実質別枠の後陣も 10% と同じようなものだから、マグナ後陣やマグナ渾身が高い両面マグナでは、火力を一気に押し上げることができるよ。別枠乗算となるため火力向上にかなり有効です。別枠で火力が上がる仕組みがわからない人は基礎知識編1を見に行ってね。この編成では火力と耐久の両方が稼げる〇〇法人の真意が特に好まれます。それから通常後陣がかなり低くなりやすいからバハムートウェポンも編成に入りやすいね。あえて弱点を指摘するならば、確定クリティカル編成は両面マグナ編成以外で作りにくいため、超越ルシフェルやベルゼバブのような強力な召喚石をメイン石にもフレンド石にも設定できない点です。これが最大の欠点かもね。フレンドの超越ルシがあれば火力、耐久、回復が全属性全部揃うから、それが使えなかったりベルゼバブを使えないから、正直なところ今時の編成ではなくなったと思うよ。初心者向けに集める武器の例には、両面マグナ編成が前提となるものも多いため、超越ルシフェルをフレンドから借りれる場合は、両面編成用の武器集めは優先度が下がると思って良さそうです。例えば光だと炎の柱とかね。ただマグナ石の超越とマグナブースト武器の実装で片面でも使える可能性が出てきたから、集めること自体は無駄じゃないよ。マグナ石の超越やマグナブースト武器は片面マグナ編成の可能性を広げてくれるので、マグナ編成の人は優先してマグナ3のマルチボスを周回した方がいいでしょう。それじゃお次はそんな片面マグナだね。基本的な片面マグナ編成では、マグナ石と属性攻撃力アップ石を組み合わせます。ほとんどが超越ルシかベルゼバブだね。片面マグナではメイン石かフレンド石のどちらかがマグナ石であればいいので、超越ルシを持っていなくても恩恵を受けられることが最大の特徴と言えます。以前は両面で確保していた火力や耐久を超越ルシに任せた上で回復方面も超強力になるから、5戦場の長期戦や高難易度マルチボスは片面超越ルシでも片面をマグナ石か紙石にするのが今時の編成だね。武器編成の特徴としては、両面よりカゴが半分になるものの、カゴの影響力が下がることから、カゴに関係ない武器を編成に入れたり、確定クリティカルに関係ない武器編成を組みやすくなります。武器編成が手持ちのガチャ武器次第で柔軟に拡張できる点が両面マグナよりいいところかもね。例えば薬状武器はカゴの乗らないスキルしかないため、カゴの有無やマグナ紙石に関係なく、大抵の編成には2本まで入れられるという汎用性があります。このため、カゴの影響力が大きい両面マグナ編成よりも、片面マグナ編成の方が薬状武器を入れやすいと言えます。両面マグナはカゴの乗らない武器を最小限にしがちだからね。せっかくカゴを2倍にしてるのにそれが無意味な武器は入れにくい。これも両面マグナが今時じゃない理由かもね。様々な武器を編成に入れやすいことから、薬状武器やレゾネーター系スキルの武器など、強力かつ複数本編成に入る武器を持っているなら、自然と片面編成になっていきます。ガチャで強い武器をたくさん引けてたら、両面より片面の方がいいよって感じ。最近は武器枠が足りないって言われるほど、入れたい武器がたくさんあるから、超越ルシの実装イボは、片面編成が一般的になったよ。また、オプティマスブーストやマグナブーストの武器、天使キャラのカゴ上昇サポアビの実装によって、片面でもカゴ量を高くすることが現実的になり、カゴ量が 280% 以上限定で有効になる特別な武器スキルを活用できるなど、当面は片面編成を中心とした武器編成環境が続くと思われます。ベルゼバブを使うにしても片面になるから、初心者の頃から片面マグナになることを見越して、武器集めや武器強化をすると効率がいいと思うよ。トーイさんはまさしくその考えで、両面マグナで必須の武器を作る前に、片面マグナに移行していたので、確定クリティカル編成を作ったことがありません。今後の確定クリティカル編成は、リミさんちゃんのエフェスみたいな、クリティカル時をダメアップスキルが前提になるかもしれないね。最後に両面属性移行か。両面属性編成はマグナ石と紙石を使わずに、属性攻撃力アップ石を両面で採用した比較的新しい編成です。片面は超越ルシかベルゼバブにすることが大半で、もう片面を状況によって使い分けるよ。例えばベルゼバブとコクキリン、超越ルシと超越バハムートなど、様々な組み合わせが可能です。これは超越ルシが強すぎるのと、カゴの乗らない強い武器が増えてきたから、カゴを無視して特殊な召喚石を採用しても大丈夫になったんだよね。
さらに先ほども登場したカゴの乗らない武器が増えたことで、片面のカゴがなくても編成が成り立つようになったとも言えます。ここまで来るとマグナ武器は編成に残すことが難しくて、カゴの乗らない武器で埋め尽くすような武器編成になると思うよ。マグナ武器が育っていなくても、カゴの乗らない強いガチャ武器とベルゼバブがあれば、両面属性編成が作れるので、ガチャ運がいい人や課金できる人は、マグナ武器育成に使う素材や、時間、労力を別のところに回すことができます。手っ取り早く強くなっていけるコンテンツを増やすと、知らないうちにマグナ武器と素材は集まってるから、その意味でもベルゼバブが手元にあるかどうかで、グラブルの快適度が変わるね。ここまでの説明でわかるように、召喚石によってカゴの量が変わるため、それに合わせて採用される武器も変わります。約定武器とレゾネーター系スキルの武器を編成に入れるなら片面になるし、完全にガチャ武器を入れないなら両面マグナもできるけど、超越ルシを自前で持ってないなら片面を超越ルシ前提にして武器編成を組むことになるね。今後も強い召喚石や武器登場で環境が変わります。少なくとも超越ルシが実装された9周年アップデートより前の武器編成の情報は参考程度にしておくのがおすすめです。今回は武器編成の前提になる大事なところだったから少し長くなっちゃったね。ベルゼバブを活用するには片面と両面が分かってないと武器編成が組めなくなるから仕方なかったかもね。次回以降では他の強い召喚石とか残ってる武器スキルの話をするか、初めて古戦場に挑戦する人向けの内容になると思うよ。ベルゼバブの強さや編成の片面両面が分かった方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画もご期待ください。そろそろいい時間になってきたので今回はここまで。次回へ続く。